で水拭きたはい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシノピーです。今回はこちらホルツのタフウレタンヘッドライトというヘッドライト用のウレタンクリアですね。これを使って黄ばんだヘッドライトの修復をしていこうかなと思います。黄ばんだヘッドライトの修復方法っていろいろあるんですが、僕もねたくさんやってきました。ヘッドライトクリーナーを使ってコーティングをする、そんな方法だったり、あとは、磨きも、マナッチガレージさんでやったり、いろいろやったんですが、このウレタンクリアのいいところっていうのは耐久性。コーティング剤とかね、あとただそのポリッシャーで磨いただけだと、数ヶ月でまた黄ばんできてしまうんですよね。でウレタンクリアはその保護するっていう意味でもかなり耐久性が優れております。1年2年持ってくると。けど難易度がちょっと高いよねっていうのが塗装の難しさっていうのかな。ちょっと一歩足を踏み出せないところだと思うんですが、ウレタンクリアヘッドライト用のね、確か販売されていたと思います。けどあれってプロ向けらしいんですよ。今回使用するこのタフウレタンヘッドライトっていうのは DIY 向けで、何が違うのかっていうと、僕もね過去に失敗したことあるんですよ。ウレタンクリアを使ってね。何で失敗したかっていうと、この塗装した時に厚塗りしすぎて溶剤が抜けきらずにひび割れするっていう、そういったね失敗があるんですよ。パッと見最初はね綺麗に塗装できたなと思うんですが、乾いてくる時に溶剤がね厚塗りしすぎて、普通だったらファってこう抜けてくものが抜けてかない、中に閉じ込められてクリアがパキパキパキってこう割れてくる、そういう現象があるんですよね。それを極力なくした商品らしいです。溶剤をそんな強くしていないっていうのがこの商品の特徴みたいです。初心者の方でも簡単に塗れるような仕様になってるみたいなので、今回これを使っていこうと思います。この中にタフウレタンヘッドライト作業手順書っていうのが、こういう紙が入っていて、1から10まで書いてあります。作業手順は1から6なんだけど、マスキングをするところから、塗装するところまで書いてあるので、この手順に沿ってどこまで綺麗にできるのかっていうのをやっていこうと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら今回この車で試していこうと思います。左右両方とも黄ばんでいるんですが、分かりやすくするため片方だけ綺麗にしていこうと思います。作業手順書の1番は研磨作業時のマスキングということで、ヘッドライトの周囲をしっかりマスキングするとやっていきましょう。マスキングテープを貼っていきます。もう本当の理想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 を言えば、ヘッドライトを外したいんですよ。綺麗に塗るためにはね。けど DIY じゃないじゃないですか、そうなると。なので極力マスキングテープを貼るのを楽にするために、一番 DIY で簡単そうなところでいくとボンネットを開ける。そうするとこの部分がマスキングテープ貼りやすくなります。たかがこの部分なんですが、開けられるんだったら開けてやった方が作業が楽ですと。そしたら貼っていきましょう。でマスキングテープはできるだけ広範囲に何回か重ね貼りしてもいいですね。こんな感じで貼っていきます。でこれだけだと足らないので、もうちょい太さのあるやつを使って広範囲どれぐらいかっていう話なんですが、そこね難しいですね。要はこの後磨いていくんですよ。でその時にこのボディに傷がつかないようにこのマスキングテープ貼るのと、あとその後塗装する時にボディにクリアがつかないようにこのマスキングテープを貼っていきます。ある程度隙間なく広範囲に。端の方をどうしても削ってると飛び出るんですよね、注意してても。そうなるとボディが傷ついてしまうので、できるだけ広範囲に貼っていきます。この辺の角とかはこう斜めに貼って内張り剥がしかなんかでキュッてやってあげるといいと思います。マスキングテープはね何種類かあった方がいいです。こういう太いのと細いのはね角の方ですね、細かいところ貼るのに楽だったりするので両方あった方がいいかな。はい、そしたらマスキングテープを貼りました。本当 DIY レベルですね。こう二重にちょっとペタペタ貼ってった感じです。そしたら続いて下地研磨作業ですね。400、800、1500の順でヘッドライトの際まで全体を研磨すると。そして実際に研磨していきます。まずは400番で、これホルツのサンドスポンジの400番です。耐水ペーパー、よく売られてるやつ、ホームセンターとかで売ってるやつでもいいんですが、紙タイプだと結構ねやりにくいです。個人的にはこういうスポンジタイプがヘッドライトの曲面とかにも使いやすいのでおすすめしております。
で注意点としては、新車時に施工されているハードコートは400番で確実に除去してくださいと。ハードコートが残っていると塗料の密着が悪くなります。で際はハードコートが残りやすいので、研ぎ汁が白くなるまで念入りに研磨すると。で水拭きした際にクリア感が残る箇所はしっかり研磨する。どういうことか、その辺もお見せしたいかな。でちなみにこの黄ばみね、取れてますね。こんな感じで研磨をしていくと、黄ばんでいるヘッドライトの場合は黄色から白っぽくどんどん変わっていきます。でこの時に端の方がね、一番本当重要なんですよね。こういう面っていうのは誰でも簡単にできるんですが、端の方は結構やりにくいのでやり残しが多い。そのためしっかりやっていくんですが、しっかりやった時にはみ出てボディを傷つける可能性があるので、しっかりマスキングテープをすると。一回これで水拭きしてみましょうか。水拭きした時に分かるかな、ここからだと分かりづらいか。こっちの角度の方が分かりやすいですね。一回拭いた時にこの辺はクリアだけど、この辺白っぽいですよね。このクリアの部分はまだ磨けていないですよっていう証拠なので、こっちの方重点的に磨いていくと。端の方ね、このヘッドライトでいうとこの辺ちゃんとやっていきます。楽しい。この時ね、ほんとヘッドライト真っ白になるので大丈夫かなって思うんですよ。これがねまたね怖いよね。 DIY でやるってなった時、こっからちゃんと戻せるのっていう。でこれマスキングしてあるから結構大雑把にガシガシ磨いていけます。でこれもマスキングテープが細い1センチとかしかマスキングしてない場合はほんとはみ出るのが怖くてまともに作業できないので、作業性もどんどん悪くなってくるから、マスキングテープはしっかりしてもらいたい。ちょっと多めにね、で厚めに。でどんどん磨いてると黄色から白になってきます。出てくる研ぎ汁がね。でハードコートを落とさないといけないので、400番はまあしっかりめにとやっておきます。一旦こんな感じかな。そして水拭きしていきます。これ真っ白、全体的に同じような感じで磨けてますね。黄色みっていうのがなくなっております。こんな感じですね。クリア感はないんですが、黄色から白っぽさが出てきたと思います。もう綺麗になりそうな予感するよね。もうそしたら今400番使ったので800、1500と番手をねどんどん上げて、こういう粗い傷からもっと細かくしていきます。続いて800番。いつも思うんだよね、端っこを先にやった方がいいんじゃないかと。本当にね、端っこを怠ってしまうんですよ。怠るなって思ってるんだけど怠ってしまうんですよ。僕に問題があるんです。そんなのは分かってるんですが、結局やっぱね怠っちゃうので、なんか塗り絵じゃないけど端から攻めてった方が後々楽じゃないかなって僕は勝手に思ってます。けどなんか端ってね開けるのよ、正直なこと言うと。ですぐ真ん中やりたくなっちゃうんだよね。なので面倒くさいところを先にやる。四つ角は特にしつこめに。もうだいぶいいんじゃないか。水拭きをします。でこの時になんかまだ白っぽいところと均等になってない場所があれば、この白っぽいのがここはちょっとクリア感あるけどこっちなんか白くぼやけてんなとかがあれば、その辺を重点的にまた磨いてあげる。あとこの磨き目っていうのが縦横であるんですよ。僕両方で磨いてるので、これを見るのも一つ手。400番の時は縦にやる。で800番にした時に横にする。でその縦の目がなくなるまでやるっていうのもありなんだけど、結局端の方っていうのは、例えばここのラインだったら縦には磨きやすいけど横に磨きにくいっていうのがあるので、ここはねちょっとまた
判断が難しいんだけど、分かりやすいのであればその縦横を変えるっていうのも一つ手ですね。よし、いいでしょう。さっきよりクリアになったと思います。もう少しです。もう少ししたら塗装することができます。じゃあもう一段階番手を変えます。はい、そしたら続いて1500番ですね。端の方からやりなさいって。でこれ前の番手の目を消していかないと、一番最初にやった400番っていうのは一番深い傷になるので、塗装した時にその傷が残る可能性があるので、この作業はしっかりやってください。この番手を変えるっていうのはめんどくさいんですよけど重要な部分なので、念入りに。OK でしょう。さらにクリアになったと思います。疲れた。この作業がね一番疲れます。そしたら続いてようやく下地研磨作業が終わったのでペイントの準備をします。ペイントの準備なんですが、缶の底にネジがあるのでそのキャップを外します。これか。外れました。でキャップを逆さまにして最後まで回す。途中で抵抗がありますがネジが止まるところまで回すこと。お、シュッて乗ったね。はい、マックスまで回しました。そしたらキャップを外して30回程度よく攪拌し10分程度置く。その間塗料全体が反応するように3分から4分ごとに30回程度よく攪拌する。一回このキャップ外しますね。30回程度攪拌で10分程度置く。10分の間に3分から4分ごとに30回攪拌ね。ただ10分置くだけではないです。その間に何回か攪拌すると。はい、そしたらもう10分経ちそうなので次の作業、塗装作業時のマスキング。塗装面以外はしっかり広めマスキングをしておくということですね。マスキングしました。ヘッドライト以外のクリアがつきたくない部分っていうのはほぼマスキングしてください。かなり広めにね、窓ガラスとかも含めてマスキングをするようにしてください。この作業結構大変なので、こういった養生シートがくっついてるマスキングテープみたいなの販売されてるので、そういうので一気にやってったり、あと新聞紙とかでもね大丈夫です。とにかく関係ないところに塗料がつかないようにしてくださいと。はい、そしたら最後、塗装する前の最後の手順ですね。脱脂をする。これ結構重要です。脱脂剤を購入して脱脂をするんですが、直接脱脂剤をヘッドライトにつけずタオルとかにつけて拭いていきます。でこれ脱脂しないとどういうことになるか。例えば油分が残っていたりするとそこだけ塗料が弾いちゃってうまく塗れなかったりします。こういうねペーパーがけしてる時にマスキングテープもちぎれてくんですよ。なのでマスキングテープもしっかり何枚か貼ってあげることがすごく重要です。で脱脂した後なんですが、ワンポイントとして脱脂して結構すぐ塗装しちゃうとその脱脂剤がねちょっと悪さしてうまくいかない時あるんですよ。なので脱脂したらちょっと置いた方がいいですね。こんな感じで端の方とかもしっかり脱脂してあげてください。乾くのを待ちます。はい、そしたら乾いたので実際に塗装していきます。先ほど振っていたウレタンクリアもう一回30秒ほど振ります。 OK。 そしたら実際に今から塗っていくんですが、先に軽く説明すると合計3回塗ります。1回目はパラパラバラ拭きをして、2回目は周囲の際をしっかり塗って全体的に均一に塗布していく。で3回目は全体的に整えるようにね、ムラがないようにこう塗っていきます。それぐらいの感覚で塗ればいいのっていう人ねいると思うんですが、10分おきぐらいに計3回塗っていきます。で失敗しやすい例としてはまず垂れるのと、あと最後ボソボソなる、この2つがね一番多いです。
で原因としては垂れるのは塗布量が多い、だからそこのね見極めが一番難しい。垂れないぐらいギリギリかといって垂れないように遠目でパラパラバラ拭きみたいのを最後仕上げる時しちゃうとボソボソになっちゃうので注意が必要です。1回目はねパラパラ拭いちゃって大丈夫です。距離はだいたい20センチぐらい離して拭きます。この時にあんまツヤが出ないようにパラパラ拭いていきます。いきなりツヤを出そうとして厚く塗らないこと。1回目はこういうちょっとボソボソしたような感じ、ムラがあるような感じで大丈夫です。問題ない。で1回目終了。次は10分後ですね。はい、そしたら10分経ったので2回目塗っていきます。でこの時もう1回振っといた方がいいですね。で2回目は際をしっかりめで、こういう中間から塗り始めないこと、外から外っていう感じかな。いきます。こういう感じ。この時に攻めすぎると危険なのであまり攻めないで、際だけしっかり見ながら塗っていきます。どうしても攻めたいんだよね。ボソボソした感じに見えちゃうからさ。 OK でしょう。一旦10分待ちます。はい、さらに10分経ったので3回目塗装していきます。で3回目はほんと仕上げなのであんまボソボソなんないように塗っていきます。こういう遠目から最初のバラ拭きみたいにパッ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 って塗ってっちゃうとボソボソしやすいので、しっかり塗りたいんだけどもしっかりやりすぎると垂れるリスクもあるので注意してもらいたいです。でどんな感じに塗るかっていうとね、このミストがこう飛ぶじゃないですか、クリアのこの一粒一粒がこうくっついて面になる感じが、見てわかると思うんですが、それのギリギリっていうのかな、それがよく車の塗装で梨肌とか言うじゃないですか。それがくっついたのほんとギリギリの感じで、これヘッドライトなのでもうちょっと塗っていきたいなとは思うんですが、垂れないようにほんと注意するって感じですね。よく振ってからで、僕の見る角度も悪かったんですが下の方が端の方甘いですね。この辺もしっかりめに、これぐらいかな。今ちょっとボコボコしてる感じなんですよね。これをボコボコしてるから攻めすぎると良くないんですよ。ちょっとモザイクっぽくなってるの分かるかな。これをしっかり馴染むまで、本当にこれがねまた難しいとこなんですよ。少しこくと垂れる。こんなもんかな。いいでしょう。2回目でもね結構ね満足できるレベルで塗れてたんですが、下の方がねあんま綺麗に塗れてなかったので、そしたらこの乾燥時間は20分、完全乾燥で24時間。一旦マスキングテープ剥がしたいんですが、これはマスキングテープ剥がす時も要注意。特にこのビニールがこうペッてこうくっついた時にこのビニールの跡がついちゃったりするので注意しながら剥がしていってください。はい、こんな感じで完成しました。で1日経過しておりますがひび割れ等もありません。どうでしょう。右と左全く違うと思います。やっぱねヘッドライトって一番その車の年式を感じる部分だなって僕はね思ってるんですが、やっぱ右半分に比べて左半分の方が新しい車に見えるっていうかね、ここまでね綺麗にできたらいいですよね。作業的にもそんな難しくなかったです。やっぱちょっと黄ばんでるとね古く見えるね。ヘッドライト以外はもう何もやっていないのにこんだけ年式の違う車に見えるっていうのはねまたちょっと面白いなといった感じです。近くで見るとこんな感じですね。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。若干ねやっぱね取りきれないひび割れ、そのヘッドライト自体についてるひび割れ、これ多分内側なのかな、そういうのはね若干はあるんですが、といってももうほんと若干、僕はね大満足です。ニセコの方はこんな感じですからね。これと比べたら全然違いますねやっぱ。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、ホルツのタフウレタンヘッドライトというウレタンクリアを使ってヘッドライトの修復をしてみました。使ってみた感想なんですが、とっても良かった。何がってね。僕もね、過去にウレタンクリアで、そのヘッドライトの修復をしたんですが、最後、クリアが綺麗に決まった翌日とかに、溶剤が抜けきんなくて、ひび割れっていうのかな。塗ったクリアがパキパキ割れるみたいな起きることがあるんですよ。それがなかったっていうのが一番良かったです。クリア吹いた後に翌日あの状況をね見た時絶望ですよ。っ
っていう、また一からみたいな、そのリスクを極力減らしたのがこの商品なんですが、今回ね実際に使ってみてすごく使いやすいなと思いました。で結構ね簡単に見えましたよね。簡単です、ほんと簡単。タフウレタンヘッドライトに使用書っていうか作業手順書みたいなのが載ってるので、僕はねただそれ通りやっただけ、こんな素人でもできると。でウレタンクリアを吹く一番のメリットとしては耐久性かな。作業としては大変だと思うんですが、耐久性がぐんと伸びるので、気になる方はぜひやってみてください。最後に注意点を言っておくとしたら、端の方をしっかり塗る、あと最後パラパラ吹かない、しっかり吹くけど攻めすぎないっていうのが本当重要です。これはね感覚になってきちゃうと思うんですが、ヘッドライトが綺麗になるだけで車もね新しく見えるので、気になっている方はぜひトライしてみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた一日。